ってなかった。こんばんは。すいません、あとマイクが入ってなかった。何をやってるんだろう。すいません、こんばんは。ちょっとニャニャがダメ初めからニャニャが来た。すいません、バタバタしててちょっと遅くもないか、遅くもないですけどこの時間になってしまいました。9時半からね本当はやろうと思ってたんですけど、時間を早めにと思ってるんですけどね、なかなかちょっとそこまでいけませんでした。今日は雨が降ってたんだよな。昼間雨が降っててちょっと涼しいかなと思ったんですけど、夕方になって夕方に近くなってもまた晴れてきちゃった感じで、むっとした暑さが続きましたね。今も暑い普通に暑い感じで、エアコン切って扇風機だけでいるんですけど、ちょっと暑いかな。ちょっとごめんなさい、喉がちょっと水飲みます。ごめんなさい、少々お待ちを。ごめんなさい。ナバルさんこんばんは。いつもありがとうございます。喉がねおかしいです。乾燥なんだと思うんですけどね、ちょっと暑いんで、なんかね今日はね体調もいまいち一昨日かな、薬を飲まなかったんですよ。一昨日薬を飲むのを忘れちゃって、で飲まなかったらちょっとね調子がその辺からよろしくない感じで。奈良さんこんばんは。いつもありがとうございます。調子が良くないです。なんかね、なんだろう、何が悪いっていう感じじゃないんだけど、ここが悪いっていうのはないんだけど、なんかだるいっていう感じかな。薬飲まないとねいつもこういうことになっちゃう可能性があるんで、やだね。もうずっと飲み続けてる薬だからかな、そういうことになっちゃうんだと思うんですけどね。今日はね新聞でホテルの稼働率また減ったみたいなことが書いてあったんですけど、これでね経済が良くなってるよってこの間知事が言ってたじゃないですか。どの辺が良くなってるんだろうと思いますよね。20% 台23とかそのくらいに落ち込んでるみたいなんですよ。でホテルってやっぱ70、80ないとダメみたいで、ダメって書いてあったんですけどね、本当70、80ないとダメっていうのに20%台ってかなりやばいよね。ケンジントンもこれクローズっていうか一時的に閉めるのなのかもしれないけど、どっちかわかんないけど閉める意味がわかりますよね。だってあれだけの従業員動かして
もちろん電気代払ってってなってねえ、ちょっと無理だよね。あまりにも蓄えが本当にないとこれ厳しいなって本当に思いますね。本当ね、結構厳しい状況だよねって書いてあったけど、まさしくそう思うし、本当に今頑張ってるガラパンとかでも小さいお店がやっぱ個人のお店でやってるところっていうのも本当かなり辛いと思うんですよ。でこれね、今日なんかはドルが上がってて株も堅調かな。リセッションっていうのはないとは思うけどでもね、サイパンはあり得るかなっていうのもありますよね。今日も題名にも出したステーブルコインのまた誰、サイパンの司法長官がそこにくさびを入れたっていうのちょっと待てを言い始めましたね。ちょっと待ったって。でもテニアンサイドはこの間もう始まりますよ言ってたから、本当に始まっちゃったのかもしれないし、まだ買ってる人はいないとは思うんだけど、いるのかな、わかんないです。投資性があるものではないと言っていたから買ってる人はいないと思うんだけど、何が問題かってね、なんだっけ、とにかく一番の問題は連邦に登録してない、アメリカに本土に登録してないけど島の中限定なら OK みたいな。だから本当にお祭りのトークンっていう状態なんだよね、今の状態で言うと。お祭りのトークンでオンラインカジノで海外でやっちゃもうアウトなんだけど、この間もそれはライブ動画で話してると思うんだけど、今回今日の新聞にはその司法長官が訴えに出たと。テニアンのそんなこと許さないよって。ちょっと待ってください、お水飲みます。ダメだ、少々お待ちを。喉痛い。すいません。皆さんよかったらコメントをいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。マリアナスコインっていう名前になってるのね、今。MUSD マリアナスコインってなってるんだけど、その名前だとまず連邦に目をつけられちゃう可能性が高いと。そういうんで多分ダメだと思うんだよね。その名前やめてって司法長官が言ってるのね。サイパンは関係ないよみたいな。今のところだからサイパンで使えるわけでもなく、ロタで使えるわけでもなく、 CNMI 全体で使えるわけでもないコインなわけ。それはテニアン島で使えるコインっていうことらしいのね。で
危険になるポイントはとにかくドルとの交換性が実質あるのかなっていう、そういう状態になると、もうまず連邦の許可をいただいてないから、そこだけでアウトだから、これ交換しますよって1枚で、お祭りレベルならああいうサイパンダコインなら OK なんだと思うんだけど、サイパンダコインみたいにお祭りの中で使うっていうものなら、本当のことを言っちゃうと、厳しく言っちゃうとそれもダメみたいなんだけど、そういうのはお祭りの中だからっていうんで目をつぶるんだと思うけど、今回やってるのはそういうことじゃないから、証券性が出てくるっていう疑いがあるから、結局早く言えば投資目的になっちゃうんじゃないかっていうあれが疑いになっちゃうからダメっていうこともあるから、結局は司法長官はダメっていうことで訴えに出たみたいなんだけど、裁判所はねまだそれを受け入れてるんだか受け入れてないんだかっていう状態なのね。で結局裁判所の地元の裁判所、連邦の方ではないみたいだから、どうなる？見えてるよね。昨日の4人の死因がどうのこうのっていうのも昨日もいろいろ話したけど、結局は透明性がない、自殺、2人の自殺、そして1人の自然死で、もう1人は本当にわからないからちょっと調べましょうよってことになってるけど、それが進んでんのか進んでないのかもわかんない状態、本当にこう刑事さんたちがこう調べてるっていうことは、何かしら事件性がある4人なのかなって思われる節があるじゃない。なんとなくそういう感じもするし、うちなんかでもね、この間もビデオに流したけど、敷地にねわけわかんない人が入ってきたり、そういう変なこともあるわけだから、実際はね、私は本当に車も傷つけられちゃったし、傷とかじゃないの、破壊、壊されたり、実際強盗も入られたりしてるにもかかわらず、それを助けてくださいって言いに行ったけど、私なんかは助けてもらえないでいるわけでしょ。そう、今日新聞でも見たんだけど、これも新聞で見たんだけどね、元刑務官の人が、サイパンの刑務所に勤めてた人が刑務所でいけない行為をしたんだよね、犯罪をして、その人が起訴されたらしいの。その人にはマリアナリーガルサービスだと思うんだけど、そこは貧乏な人やお金のない人やなんつうの、国選弁護士だよね。国選弁護士をやるグループなんだけど、そこからだと思うんだけど、弁護士さんがそういう人にも選任されてついてるっていう状態なのに、私なんかにはね全然、この間も言ったんだけど全くついてくれない状態だし、どこに訴えかけても私の事件はさておきっていう状態になってるから、どれをとっても透明性がないっていう風に感じてるのね。昔自分でやってたビジネスの時だって、やっぱり
まあみんな知ってることなんだけど、うちの視聴者さんなんかでもみんな知ってることだけどね、裏金がないとこう政府っていうか検査員なんか検査しに来た人に袖の下をこう渡さないとなかなか出してくれない。袖の下を渡さないでいると赤紙みたいに貼られてっちゃうからね。本当に私もやられた。もう渡さないとか思ってそういうのを渡さなかったことがあるのね。そうするとね、赤紙みたいに貼られてね、店が停止になっちゃったりね、結構そういうとこもあるから。私は本当殺されるような危機感を感じてたから、今もねなんかね、そうなのまだ続いてるのって思うし、なんか嫌がらせ、絶対嫌がらせだよって周りには言われるから、嫌がらせでもなんかね度を超えてるんだよね本当に。まあちょっと元に戻ってでね、サイパンは司法長官は、サイパンは関係ないよっていう感じで言ってるのね。あれはテニャン島限定だしっていう感じのことを主張してるわけで、名前をマリアナスコインっていうのはやめてくれと、よくないって。でもそれって名前を変えて隠れてちょっと合法的に見せるっていうことにもなりかねない。今のねこの状態から言ったらね、何でもグレーな方に持っていくから、結構グレーギリギリ OK みたいなとこに持っていくから、ちょっとねそういうのも心配なんだけど、とにかく CNMI 全体とかと関係ないよって主張してるわけね。やる方としてみれば、でも本当にそれが通用するのかっていうところが問題なんだよね。テニアンもサイパンもロタも CNMI っていうコモンウェルスっていう一つの自治領の中にあるわけで、一応アメリカ、一応っていうか、一応だよね。で法律がだからサイパンの法律、CNMI の法律っていうのがまずあって、この辺の地域の法律があって、島ごとにも法律が勝手に決められるっていうのがあるんだよね。で連邦アメリカ本土の言うこと聞かないでいいですよみたいな微妙なところがあって、昔もねそうだったんでね。これ2009年以降は意外とアメリカの法律が道筋になってるっていうの。その前は北マリアナの法律、アメリカの法律両方カバーしなきゃいけないっていうか、両方にね例えばねこの間話したセブンミニッツローっていうのもアメリカの法律だし、あとね妊娠したら会社が払わなきゃいけないっていうのはサイパンの法律だったんだよね。あれね変なねだって妊娠したらってさ、旦那さんいるんだから旦那さんに払わせてよって普通思うじゃない。だから保険かけてたけどね、うちなんかでも誰がどう産んでもいいように、未亡人でも
旦那がフィリピンにいても子供できちゃうわけだから、そういう人のお金も払わなきゃいけなかったのね、雇用主が。そういう法律もあったから、結局なんつうんだろう、サイパンって結構ね、そんなの法律にあるのっていうようなことが今までいっぱいにあったから、これもだからこのテニアンのコインもその一つだから、めちゃくちゃグレーなんだよね。最後はね、法律の最終的な解釈は今日ダメですよって今日新聞に載ってたダメですよって言った司法長官や裁判所が、連邦裁判所が最終的には握ってるのかな。でも島の中でのことは多分司法長官が結構ダメですよって言ったら結構ダメになるものなんだと思うんだけど、どうなのかな。今回ダメって言ったからダメになるんじゃないかななんて思ったりもするんだけど、とにかく連邦の登録がないっていうことで、マネーロンダリングとかそういう犯罪組織とかの方にお金が回っちゃうから、その辺のことが一番ダメなんだと思うんだけどね。今の状態だとそういう登録が何もなしで、ただ紙切れをこれお金だからって誰かと引き換えるっていう、そのコインを引き換えるっていう状態にいるから、何も裏付けがないわけ。テニアンの政府が認めて発行するっていうことになってるけど、民間の会社が結局牛耳ってて、それもちょっとおかしなことなんだよね。民間の会社とタッグを組んでそのコインを発売するんだけど、なんかちょっとそこもね、ちょっと変なことなんだなっていう感じはするの。登録がない状態で本当だったらそれが流通しちゃったら一発アウトなんだけどね、本当ならね。まさかオンラインゲーム、オンラインカジノ、そのまんまの状態でやっちゃうと、海外とやっちゃうと、まずそこは連邦法に当たってくるから、本当だったら一発アウト。トランプさんが目をつぶるのかもしれないけど、わからないね。本当だったらそういう感じがあるんだけど、だから今のところテニアンの中だけで、テニアンの人たちだけがオンラインカジノで遊んで賭博をしたりするのはもうテニアン島内だけなら OK。 これがサイパン島内の人がやっちゃったら、もうそこでもアウトっていう状態にあるコインなのね、今ね。だからどうしていくのかなって感じではいるけど、そこに待ったをかけたのが司法長官らしいんですわ。悪く思えば短期的な責任逃れのための方便っていうこともあるし、そんな気もしないでもない。とにかく連邦アメリカとのね
整合性を無視したらもう後々問題になるリスクはかなり高いわけだから、一応アメリカという国の中にあるからね。本当にそれ OK って聞かれると思うんだけどね。だから投資性がないとは言ってるんだけど、サイパンでも使えないっていうのはあんまりよく分かんなかったんだけど、サイパンでもだから使っちゃダメなコインらしくて、テニアン島だけの2000人いるかいないかのところでそれがねやろうとしてるのもちょっと意味が分かんないなっていう感じがするよね。どうなんだろう。証券取引委員会とか監査対象に監視対象かに入っちゃうと思うし、これを買いたいって思う人いるのかな。だいたい買いたい、みんな普通に買いたいかな。こういうの投資じゃないけどなんていうの、この状態はお土産とも違うよね。これ一応テニアン島内ではホテルとか泊まるのにも OK かもしれないし、ダメかもしれないけどね、分かんないけどそういう状態のコインを買いたいと思うのかな。どうどうかな。みんなだって投資とかするんでね、やっぱなんだっけ、ニーサだっけ、あれは日本の国が結局バックアップしてるっていうか、国がやってんの、あれニーサって国がやってんの。そういうんだったらね安心だけどさ、安心っていうか、投資は投資なんだから、自分でねここで儲かるっていうところで決済しなきゃなんないんだろうけど喉が痛い。ニーサって国がやってんの？なるさんやってるって言ってなかった喉痛い。なんか除湿機とか、加湿器とか必要だね。加湿器は必要だな。加湿器やるともうめちゃくちゃ熱くなるんだよね。タオルの濡れたのとか干しとけばいいのか。本当喉痛い。ちょっと待ってちょっとごめんなさい。本当に調子悪い、喉が。やってた兄さんナバルさん、まず買わんまず買わん。テニアンコインね。兄さんやってた、ナルさんやってたよね。やってたって過去形？もうやめたの？かな。兄さんの仕組みがよく分かってないからあれなんだけど、大体がどういうものなのか。岸田首相とかが買えって言ってたよね、一時期ずっと。兄さんの仕組みがね全く分かってない。株なの？
株価がニーサを買う、なんか毎月買っていくのあれなんだかよくわかんないんだけど、全然ニーサは、これはだからマリアナスコインは投資性がないんだけどドルと連携するって言っちゃってるんだけど、ドルと連携しちゃうとそこで取引があった時にもうすでにアウトなんじゃないのって思ったんだけど、テニアンの中では OK だけど、例えばサイパンの人がそのドルと交換してそのマリアナスコインを銀行経由で買っちゃったりしたら、そこでアウトなんじゃないのかなって、なんか難しいんだけど、法律のことだから難しいんだけど、それってもうその時点で登録してないから連邦法違反になるんじゃないのかなって、そのね前回の時も散々喋ったけどと思ったんだけど、それを今日の新聞では今言うんだって感じだったんだよね。だから司法長官がもうこの間からもう2週間ぐらい前でしょ、売り出しもうやりますって言ったのがで、サイパンの議員さんでも賛成している人がいて、それで覆っちゃったわけじゃない。知事と司法長官がもう前にも待ったってダメですって言ったのにもかかわらず、その法律を覆したのはサイパンの議員さんの中にもいるわけだから、そこに手を挙げた人たちがそれでいて、今になってっていうか今になってでもやった方がいいんだと思うけどね、サイパンのためには、CNMI のためには、司法長官がそうやって動いた方がいいとは思うけどね、やめなよって、裁判所に提訴したって書いてあったからね。自治体内での実験通貨、観光促進のためのポイント制度ですくらいなら言い訳がまだ通る可能性はあると思うんだけど、でもそのコインが観光のあれでもドルと換金したりした時点でまずアウトのリスクはあるはずだと思われるんだけどね。それを普通にだって連邦法をなんか読んだら、それだけでなんかこれアウトじゃないのっていう感じがしてたんだけど、今なんだなって思ってね、ちょっと今言うんだなって思ったね。先週言ったんだと思うけど、今日新聞に載ってたから、昨日月曜日だっけ、昨日言ったのかな。で今日の新聞に載ったのかな。だからこれは CNMI でサイパン、ロタ、テニアンで展開した時点で連邦の関与は逃れられないはずだと思うのね。党内だけでやってますっていうテニアン側の言い訳は通じなくなっちゃうと思うし、限定利用でホテルとかでテニアンの中でやるのはかなりグレー。サイパンやロタでの使用はアウト
ドルと1対1での交換も可能って言ってるけど、まあアウトな線、登録なしのままだと即座にフェデラルが入ってくる可能性があり、まあ小さくやってる分には目をつぶられるのかなっていう感じはするけど、オンラインカジノになった時点でも全然小さくないと思うからね。トークンがそのトークンマリアナスコインが将来的に高く売れますよって期待させた時点でも確かアウトなんだよね。投資目的になっちゃうから。だからね、これを政府がテニアン政府が認めたっていうこと自体がなんかこうなんて言ったらいいんだこれ、言い方難しい。なんつうんだろう、なんて言えばいい、なんて言えばいいんだろう。ほら田舎町のところに極めてグレーな、なんつうの、ゆるい法律のところを狙ってきてるようなゆるで、もしかしたらテニアンの方の人もそんなに深く考えないで、儲かるよねっていう感じで、儲かるやっちゃうっていう感じでやり始めちゃったっていう、そのぐらいの軽いノリでやり始めちゃったっていう可能性もなきにしもあらずだよね。ちょっとそういう賢い人たちが来て、こういうのやったらめちゃくちゃ儲かるから、これでいけば法律通るからやっちゃえばみたいな感じで、僕たちがお金は出しますからみたいな、そういう可能性もなきにしもあらずかなって考えちゃうよね。とにかくテニアン政府の法律ではもう本当に OK なコインなのよね。テニアン島ではまだまだほら規模が小さいし、島内限定通貨という言い訳が通っちゃう。何よりもね、アメリカが動いてない、トランプさんが目を開けてないっていう感じ。司法長官 AG が動き出したっていうのはちょっとまずいっていう証拠なんじゃないのかなって、本当にやばいギリギリのラインだったんじゃないかなって。じゃなきゃ動かないと思うんだよね。もうちょっと放っておくっていうの、オンラインカジノが正式に動き始めて、そのくらいまで放っておくっていう可能性もあったと思うんだけど、これやばいって思ったから、多分司法長官が動き出したんだと思われるんだけどね。これでサイパンが何があっても関係ないよって逃げれるかっていうと、それも怪しいよね。もうね、議員さんとかは賛成した議員さんたちもいるわけだから、やっぱりちょっとそうはいかなくなっちゃうんじゃないかなって思ったんだと思うんだよね。喉痛い、ちょっと待ってね、本当に喉痛いです。少々お待ちください。
姉さんやシニアさんやみんないないの？コメントくれないな。よかったら皆さんコメントとかいただけるとありがたいんですけど、よろしくお願いします。なんでこれ連邦の登録をしないのかなって、まず一つそこにハテナマークが浮かぶよね。で連邦登録をすれば結局は何でもできるっていう強みが、本当のものだっていう強みが出てくるはずなんだけど、そうするとなんかマネロン防止のことや本人確認とかの厳しいルールに従う必要がまずあるでしょ。で一つ一番大きいのは資産の裏付けだよね。資産の裏付けをちゃんと見せなきゃならない。テニアンがだから発行するにあたって私たちはこんだけドルを持ってますよっていうことを立証しなきゃいけないんだけど、それが立証できないのかなっていうのは思うよね。あと第三者監査が必要になっちゃうから、とにかく発行会社の体力だよね。ちゃんとやろうとするととにかくお金がかかるし手間もかかる。だからテニアン島内だけのコインなんだよって言っとけば、それをね関係ないよって言い張れるからっていうことなのかなっても思うし、でもねこれ連邦と本当ぶつからないで信頼性が担保できるのかなって思うし、こんな島の中でやってる状態であやふやな状態でやってたら大きな資金も入ってこないしユーザーも呼び込めないよね。絶対にいるのかな。もうすでにそういう人がいて動きがあるのかなとかも思うけど、普通に考えてそこにお金を払おうと。あらこんばんは、サイパンコさんって呼ぶんだよね。こんばんはです。こんばんはなんだ。こんばんは。いつもありがとうございます。もうやってましたね。喉が痛いです今日はね。サイパンコさんは買います？こういうコイン買いたいと思うかな。テニアンコイン、違う、マリアナスコインって名前になったんだね。名前がこの間作られたばっかりだからね。それを名前変えてくださいって今日新聞に書いてありましたね。名前変えてくださいって、作ったばっかりのコインの名前変えてくださいって言われちゃったんで、ちょっとねテニアン側もどうしようと思っていると思うけど、喉痛い。薬飲み本当薬飲み忘れたくだりからいる。ありがとうございます。いつも皆
皆さんよかったらコメントしてくださいませ。ね、なんだっけ、どこまで話したっけ。どこまで話したか分かんなくなっちゃった。買いたいと思うかね、こういうの。私なんかはお金ないから買わないけど、もちろんね、そもそも本当連邦の登録性を感じないでこう進めてきたテニアン政府、どういうんなんだろうなって、必要性を理解していないのか。まさかそんなことないよね。関係者やローカルの議員さんたち、テニアンの条件で出せば OK 十分とか思ってたのかな。お金がないから買えません。お金があったら買うの？買う？これお金がじゃあいっぱいあったら買います？テニアンの条件だけで OK 大丈夫なんて思ってたのかなってまだ思ってんのかな。で裁判するってことは、提訴したってことは、でサイパン、テニアン、ロタの法律で回せばいいやって思っている節が見えるよね、なんかね。でもサイパンとロタでも使えないっていう状態に本当はあるんだけどね。アメリカのドルに連動する通貨を発行する以上、通貨発行権もいるんだとか、マネーロンダリング防止、もう完璧に連邦の管轄だよね。だから見えてないのか、もしかしたら舐めてるのかなどっちか分かんないけど、それでも舐めてるのかな、分かんないわけないよね。分かんなかったってなんないよね。覆したくらいだから。覆したくらいだ。法律ダメですよって言ったものを覆したぐらいだから、そんな分かんないよっていうわけないよね。そのぐらい OK だろっていう方だよね、多分普通に考えて。でそんなことをやるんだとしたら、もちろんテニアンからサイパンにやるんだとしても、サイパンのライセンスが取得しなきゃいけないのか。これは CNMI のライセンスだから一つでいいのかな、よくわかんないけども、とにかくアメリカの方とでもなんかそういうオンラインじゃなくても普通にそれをネットレベルのお金が誰か違う舐めてるね、なるさん舐めてる。ね、どっかの州とオンラインとかでそのコインを使うとか、例えば日本でいうここならとかさ、そういうとことかメルカリとかそういうので使うのに、ネットショッピングで使うのにそのコインを回すとかやるにしても、その州ごとに全部のライセンスを取らなきゃできないんだよね、確かね。
だからサイパンならサイパンは CNMI で一つのライセンスでいいのかな、わかんない。サイパン、テニアン、ロタで全部ライセンスがもしかしたら違うのかもしれないね。これ法律が違うぐらいだから。今回の件もテニアンだけの法律なわけでしょ。ちょっと恐ろしいね。テニアンだけでの法律があったり、ロタだけの法律があったり、こういうことあるんだね。サイパン CNMI 全体の法律じゃなくてテニアン独自の法律だったり、サイパン独自の法律だったりってするわけだね。怖っ。それを考えるとめちゃくちゃ不安定じゃんね。なんかそこでこれ法律ですよって議会で決まっちゃったら、結局身内で決めちゃったら、例えばそれ法律になっちゃうわけでしょ。ちょっと怖くない？やばっていうことだよね。もしなんか例えば前にあったって言われてるのがミドルロードのとこでここからここでスピード違反しちゃったけど、ここは何言ってんだよって、ここはこの速度でいいんだよって言って、そこの速度だけ微妙に速いんだよね。そこだけ OK になってる場所があって、それは昔の議員さんがそこで捕まったから、その速度がそこで許されたっていう都市伝説的なものがあるんだけど、本当だかどうかはよくわかんないけど、そういうことが結構ねあるんだよね。都市伝説っていうか、なんでここだけこうなってんのっていうような法律が結構あったりするから、多分きっとだから身内じゃないけど、こう昔なんかはほぼ身内だったわけでしょ、多分議員さんなんて。だからその身内で法律がこうって決まっちゃうと、それで終わりみたいな感じだったんだろうなって思う。私の事件だって12年前チャモロ相手に戦うなみたいなこと言われてるし、みんながそう言ったからね。お前は日本人だろって言われて、相手はチャモロだから戦えませんってみんなに言われて、みんなってその警察署とかね、そういうちゃんとした役所レベルのところよ、そういうとこでそういうふうに言われて、今の人たちで、はまだ聞いてくれて、そんなのはありえないっていう人も出てきて、ガーッニャ出てきてくれてるけど、昔なんかみんな口を揃えて、相手が無理っていう感じで全部返されたからね。ほんとね、ありえるよね。だからでもいまだにこうやってテニアンの中だけでこういう結構大きいことだよね。この世界でもほらちょっとだけ注目されたわけでしょ。政府公認のもとステーブルコインが出るっていうことで、ちょっとだけコインの大手には載ってないけど、コインのニュース媒体とかには載ったぐらいちょっとは注目されてることであって、それをだから町レベルで決めちゃうんだみたいな、ちょっとおちょくり半分だったけど書いてあったよね。いや本当にだからこんなのもしだから全米とかでそのコインを発行しようとしたら数千万ドルっていう金額がねか
かっていくし、プラス数年のプロセスが必要になってくから、そこまでする気ないよってことだから、地元の条例だけでやっちゃえっていう感じの流れなのかなって思うよね。マリアナ諸島の中だけで使うから連邦法に触れないでしょっていうちょっと甘い見立てなのかなっても思うし、テニアン島限定ならバレないからぐらいの考えなのかなとも思うし、ちょっとUS と連動でオンラインカジノっていう時点で完全に連邦レベルだと思われるんだけど、今だから長官がそれアウトって言ってるわけだから、まあアウトなんだろうなってちょっと思うよね。これ進めてる人たち本当に結構もうお金使ってんじゃないかななんて思ったりするんだけどね。でなんでこう誰も今司法長官と知事だけがちょっとこれ良くないんじゃないのってこの話が始まった時ぐらいからずっと言ってたけど、これが本当に言ってるのか建前俺たちは言ったよ的な建前で言ってるのかどっちだか分かんないからちょっとね。で議員さんとかこの間もサイパン市長だったかな、ちょっと誰だったか忘れたけどテニアンは先進的だぐらいのノリで褒めてたからね。ちょっとねもうどっちなのか分かんないよね本当に。党内だらけならバレないと思ったっていう感じなのか、ごまかせると思ったっていうの感じなのか、本気でそういう風に思ってやってたのか、ちょっとどっちだか本当に分かんない。でも普通にダメでしょっていうレベルだと感じてはいたけど、司法長官がダメっていうぐらいなんだから、ダメというメスを入れたぐらいだからダメなんだろうなって今は結構思うよね。多分ね誰かお金出しちゃった人がいるのかしらな。でもアメリカ本土から来た人が元タレントさんかなんかが やり始めたんだよね確か。ちょっとどういう感じなんだか分かんないけど、誰か頭の良い人に丸め込まれちゃったのかなっていう感じもあるし、本当にこれ真剣に本当に政治家の人たちが全部なんかやってたのかなとかちょっと不思議なんだよね、かなり不思議だと思いません？あ、奈良さんダメ言ってないよ私。にゃんにゃん今日はコインのことか、コインのことだね。大丈夫ですよって載せられちゃったのかな、テニアンだけなら OK ですって、そんな感じです。説得された可能性はなきにしもあらずかな。本土から来た
プロジェクト関係者がちょっと法律ギリギリの話をされて、いいよやっちゃおうみたいになったのか、どうだったのかはね、本当に本人たちしかわからないけど、どっちだろうね。これは計画的なのか、それともちょろまかされてるのか、どっちだと思います？ちょろまかしかな、ちょろまかし。ね、どっちなんだろう。どっちだと思います？本当に。なかなかね、何回もこういう似たようなことってね、昔からあるんですよね。昔からなんか、でもテニアンはこの間の最近結構テニアンの詐欺が多いよね。なんかテニアン島で詐欺にあったっていう人が多いよね。中国人の80万ドルだったっけ、80万ドルかなんかの、ホテルリゾートをワンクリックで買っちゃったっていう人もいたでしょ。で結局は小さなアパートだったとかいう人もいたよね。ヘブンアイランドかなんかからタックスヘイブンかなんかに住んでるお金持ちさんが80万ドルかなんかのリゾート物件を買ったと思ってたら、ホテル物件を買ったと思ってたら、とんでもないなんか小さなアパートを買わされたっていうのもテニアンだったでしょ。あと本当のカジノもテニアンで1年弱ぐらいこの間までやってたってやつ、あれもなんかそのやってた人たちは訴えを起こしたみたいだけど却下されちゃったのかな、確か。結局投資グリーンカードが欲しいがためにカジノをやってて、グリーンカードの投資にはサイパンやテニアンだと85万ドル以上での投資で2年以上スタッフをこう雇ってちゃんと経営が成り立ってるっていう状態じゃないとダメっていうことなんだけど、そのためにだから投資をしたけど1年2年以上っていう期間ができなくて1年ちょっとでカジノが終わっちゃったんでしょ。だからカジノがあったことをさえもそのカジノがあったことさえも知らなかったし、でも知ってる人いたからね、そのカジノ知ってるって見たことはないけど中に入ったことはないけどなんか知ってるって言って、私の中ではテニアンダイナスティあそこでそのカジノが行われてたんだと本当に思ってたのね。だからとんでもないなんかちっちゃいアパートみたいなとこでテニアンでやってたらしいんだよねその規模だったんだと思って、ダイナスティみたいなカジノじゃなかったんだと思って、だったらね旅行者とかに大々的に宣伝できないよねって思ったね。アパートの闇カジだみたいだもんね。なんかごめんなさい、ちょろまかされたさっきの話ね。読んだっけこのコメント。
読んでないっけ。もしよかったらね、皆さんありがとうございます。コメントをいただけるとありがたいです。なんて言っていいのかわかんないね、こういう時に。はい、ね、昨日の事件もそうだけど、ああいう事件っていうかあったら、日本だったらもうミヤネ屋とか昼帯が毎日1週間ぐらいもう終わるまで突き詰めてあれするんだけど、報道するけど、サイパン報道がブチ切れるからね、止まっちゃうから、多分ね、思うにやっぱそういうとこにも圧力かかるんじゃないかななんて思ったりするんだよね。本当にさ、サイパン CNN 前には本当に透明性が必要だよね。これだってマリアナスコインだって透明じゃないもんね。なんとなくやっぱグレーだよね。テニアン島の中だけでは、いいものなのかもしれないけど、いろんなことがねグレーすぎて、もうちょっとね透明じゃないとね、デューティーフリーも閉まっちゃった後を見るとすっごい悲しいし、ね、ハイアット撤退っていうのも結構みんな愕然としてるよね。がっくりきてるっていうの。デューティーフリーが本当に閉めると思わなかったって言ってる人が結構いるし、暑い。ちょっとやめる。ちょっと待ってね。暑すぎる。雨降んないかな。夜の雨とかね、本当に冷えて最高なんだけどね。まあね、どちらにしてもまあそう感じる人がいっぱいいるわけで、本当にデューティーフリーなんかね閉まると思ってなかったっていう人の方が聞いてて大半だよね。いやまさか本当に閉めると思わなかったって言ってるからね。いきなり開いたりしてね、そういうこともありえるよね。いきなり1ヶ月ぐらい前に予告で閉めちゃったでしょ。もしかしたらパッと開く可能性もなきにしもあらずだけどさ、ないか、それがないか、無理か。でもね結構困るよね。みんな化粧水とかそういうのを買ってた人が結構デューティーフリーで買ってた人が多くて、そういうのを買うのにいちいちネットで頼まなきゃなんないなっていう声も聞こえましたね。なんかね、この話もね、なんか裏でうまく立ち回ってるずる賢い人たちがいるのかもしれないよね。なんかテニアンの人たちだけでこんなことができたのかなとかって、入ってきてる人たちがいるのも確かなことなんだけど、分かんないよね本当に。ちょっとね不思議な大きな出来事だよねこれ。なかなかじゃないけどここまでバンって進むっていうのは
思わなかったよね。ちょっと寒いだ、喉が痛いよ本当に今日。ちょっとお水飲みます。普通に元気なんだけど喉だけやられちゃってるんだよね。成功の可能性はあるのかなこれ。条件としたらとにかく連邦の登録があって、なんかね今調べたらサークル社っていうのが、まあこれは民間のところなんだけど、民間のところでサークル社っていうのがやっぱこういうステーブルコインを立ち上げてて結構経つみたいだけど、でも連邦の登録を受けてるんだね。ちゃんと準備金もあって監査もあって、ここすごいいろんな決済とかウェブサイトの決済とか取引所とも連携してて、もうレベルが違うな。信頼度も高くて世界中で流通してるんだ。なるほどね。ちょっとレベルが違かったな。でも民間でこういうステーブルコインを立ち上げてるとこは結構多いみたいで、ちゃんと裏付けもあって、とにかく裏付けだよね。準備金監査がなきゃダメだし、連邦の登録をだから取れないっていうのはこの準備金監査に問題がありってことなのかもしれないしね、わかんないけど、ちょっとレベルが違かったな今。ステーブルコインアメリカであるものって調べて、民間レベルの小さいところっていうので調べたんだけど、小さくないよねこれ。サークル社っていうのいろんなウェブ決済で使われてて、ビザやマスターとも連携されてる。全然小さくないや。もう完璧なステーブルコインだわ。手にこれから始まろうとしてるマリアナスコインとはちょっと違いましたね。これ名前変えれば OK とかって思ってんのかな。名前がダメだって長官が言ってるのね。サイパン全体のイメージになっちゃうからみたいな感じ。どうなるんだろうね。でも実際誰が買うかな。誰かが笑えるから買う、これ始まってるんだろうかな。でもね、ちょっと良かったよね。長官がここで止めに入ってくれて、これが不利でなければね。不利だったらちょっと怖いよね。怖すぎる。何にも公開されてないんだよね。監査報告とかお金の流れとかが何にも公開されてないで始まりましたよっていうだけ。どうなのかね。もうほんと下手したらさ、サイパンとかロタの住民とかにも変なねダメージ食らう可能性もあるしね、このコインのせいで。
外から来た人は、ね、みんな一緒に思うからね、みんな一緒って名前変えてもうね、中身がダメならダメなわけだから、どうしていくつもりなんだろう。経済活性化の実績っぽく見える、再選の材料になるって書いてある本当？まあその可能性があるってことなんだろうな。経済活性化の実績っぽく見えるし、再選の材料になるかもしれないっていう、そういうあれもある、思いもあるかもしれないっていうことだね。投機的な外国人投資家がもしいれば連邦にバレるまでに回収すれば OK っていうぐらいグレーな狙いも出てくるしね。ちょっとこういうのもうやばいよね、本当に。透明性がとにかくないのが一番やばい。国レベルで登録して公平な仕組みにしないと本当に意味ないと思うわ、これ。逆に本当ダメージ食らう可能性もなきにしもあらずなもんね。だってアメリカがもうトランプさんがこんなダメだよって言い始めたら、いろんな資金とか止めますなんて制裁入っちゃったら本当アウトでしょ、今の時期に。本当にやばいと思うわ。司法スレスレのところでやってんだろうな喉痛い、ちょっとごめんなさい何これ。マジで喉痛いですね、今日は。ガラガラ。次の一手は何が来るのかね。でもマリアナスコインがどうなっていくのか。まあ名前はとりあえず変えるだろうけど、変えてくださいって言われてるから変えると思うんだけど、次どうやってね行くんだろう。ちゃんと正当にアメリカに申請して登録していくのかな。島だけでやってるんですっていうレベルだともう誰も見ないよね、きっとね。このコインに投資じゃないけど、このコインを買ってなんかしようという人は危なくていないよね、きっと。そんな感じがする。あとは本当にこの司法長官が本気で止めに入ってるのか不利なのか、その辺も、ね、いろんなある意味透明性っていうことになってくるよね。喉痛いわ今日は。喉痛いです。コメント誰もくれないんで、どうしたのもうナバルさんは、寝た時間だと思うけど、よかったらね皆さんよろしくお願いします。コメントくださいませ。喉痛いです。
喉痛い、本当に喉痛い。なるさん、風邪じゃないです。風邪じゃないですね。全然体は元気なのに喉だけ本当にカラッカラで痛いっていう状態。ダメだな。なるさん、サイパン楽しいのになってね。なるさんの写真もあるんだけどね、ちょっと喉が痛くて話が続けられない。サイパンコさんじゃなくて姉さん姉さんも写真見たいだろうけど、ちょっと喉痛いな今日。本当にたくさん来ていただいてるんですけど、喉が痛くてちょっとなコンコンしてしまいそうなんですよ。聞き苦しいよねこれ。大体がこの声のトーンが聞き苦しいのに、もっと聞き苦しいよねこれ。ちょっとサイパンコさん期待しない方がいいと思うよ。期待しない方がいいと思う、本当に。私もちょっとね愕然としたから期待しない方がいい。なるさんたちもサイパンで楽しんでいただいたみたいで、本当にねありがとうございました。本当にね、ろくな何もできなかったけど、何にも本当に私はできなかったけど、ありがとうございましたって。何にもしてないけどね、なるさんたち飲んでただけだからね、ただ単に、私は今回何にもしてないんですけど、とにかくお家凸だけが怖かったんで、今回は本当ね綺麗に片付けてれば、今までもみんなお客さんとか遊びに来たりしてたの、片付けてる時はね。そうでもないかな、そんなに今よりは片付いてる時が来てたの。でも今はねもう全く片付けてないから、ルンバ君もバッテリーがダメで今動いてないから、バッテリー来るまで動かないから、そんなんでね、ルンバ君が一緒に掃除してくれないと。なるさん、パシリはサイパンに置いてきたの？パシリ一緒に帰ってましたよ。一緒に、もちろんパシリ連れてきたのに、パシリ連れてきたのにパシリ置いて帰んないでしょ。置いて帰んないよね。パシリっていう状態がまずおかしすぎるんだけど笑ってるな。パシリって誰が言ったっけ？私言ってないよね。私じゃないよね。うねさんがパシリって言ってたんだよね。私パシリって言ってないよ。パシリって私は言ってないよ。何も。パシどっち？
パだかシだかバだかパだか見えない。梅さんが言ってましたって梅さんが言ってましたよね。そうだよね。梅さん、私言ってないよパシリって。お月の人って言ったんだ。私お月の人って言っただけで、私パシリ言ってない。それパシバシどっちだ出た出た出ましたサイパンクさんそうなんですそうなんですなるさんってなるさんってなるさん分かってないのなるさん分かってないのかな、もしかして分かってないんだな、きっと。じゃあそのままにしとこう。分かってないようだからね。でもね、何もなく本当帰ってくれてっておかしいか何事もなく安全に帰られてよかったですね、本当にドキドキしたもんだって。ちょっとね、パシリじゃなくて誰だっけ、采配者じゃなくてなんだっけ、指揮者じゃない、計画者か、計画者帰ってくれてじゃない、帰られてちょっとおかしかったよね今言葉ねすいませんサイパンコさん、何事もなく帰られてよかったですね。帰ってくれてっておかしいよね。ちょっと本当ね、でもね、何事もなく帰ってくれてはおかしいか、帰られてよかったです本当になるさん帰った帰ったね、ほんとね。帰りなさいってサイパンさんね、ほんともうちょっと今の言い方おかしかったよね。帰ってくれて帰られてだよね。帰られてよかったです本当に。だって結構ね、計画者の方は結構弾けてましたよね。酔っ払い失礼なね、失礼だよね帰ってくれてって失礼だよね、すいません、申し訳ない、失礼だよね本当に失礼でした、すいませんもうね、帰ってくれてっていうかね、もう本当に何事もなくてよかったって思いました。酔っ払いね、本当にね、次の日もひどかったね。本当に何しに来たんだっていう状態、飲みにだけ来たっていう状態に入ってたもんね。でタポチョさんではなるさんは平気だったのね。計画者さんはめちゃくちゃ酔ったらしいですよ、タポチョさんに
ちょっとだけタポチョさんを汚して帰ったらしいです。もうひどいよね。汚してっていうか栄養を与えて帰ったらしいですね、タコチョさんに。本当ね、無事でよかったです、何事もなくみんな帰れて。マリア像に抱きついたマリア像いたでしょ。マリア像いるよね、まだね。まだあそこにいるよね。最近タポチョなんて登ってないから。タポチョなんかどれくらい行ってないかな。写真は撮ったけど写真は撮ったけど何なるさんなんですかね。けど何けどなんだろうな。いや、喉痛いの本当に。大変だった計画者大変だったね。話聞いてても大変だもんね。タポチョさんに栄養をあげてくれてね、それだけでもよかったと思いますけどね。よかった？よくないか。そのぐらいで済んでよかったって言った方がいいのか。栄養をあげてそのぐらいで終わったから、それはそれでよかったかなって思いますね。いや、本当に喉痛いんで、ちょっとね、今日はねダメだわ。ちょっと明日ちょっと元気に配信もう一回したいと思います。喉痛いです。裁判子さんそれです。それをしたらしいですよそれしたらしいですね。もう酔いすぎだっていう、二日酔いとか三日酔いとかのでなんかねレベルらしいですよ。その時だけじゃなくてもうずっと飲んでんだから、本当にそういう風にみんな見えないからちょっとびっくりだよね。そういう感じの人たちじゃなかったからで飲むんだ。そんなに日本で飲めないのっていう感じ。どこ行くのもビール持ってんだよ。お付きの人だけ飲まないっていう感じで笑っちゃうんだから本当に。でね、人と会わないようにって誰にも会わないって言ってサイパン人いないし、いてもローカルの人とかだから全然問題ないっていうか、これ言ったら怒られるのかな。怒られるかな。怒られそうだから言うのはやめとこうかな。ダメって気をつけないと、車で飲んでるとポリスに怒られるよ。そうだよね。
ていうか違う、お付きの方がほら運転はしてるからさ、あと3人がダメなの？他の人が運転しない人が飲んでてもダメなの？もしかして、ダメなのかな？ダメ？運転しない人が飲んでる分には OK じゃないの？ OK だよね。車の中で飲んでちゃダメなの？そんな法律もありそうで怖いんだけど、なんかわかんないけどありそうで怖いよね。なんだ、喉が本当におかしいです。本日声が出たり出なかったり、確かダメだったような。本当ダメなのかなダメなのかな。もしかしたらダメかもしれないね。なんかありそうな法律だもん、なんか、ちょっとダメ。今日は喉がちょっと痛いので、また明日配信させていただきたいと思います。ということで、本日はごめんなさい。ポリスいるから隠してって茶物に言ってたような。あ、そうなんだ。ダメなのかな。それもじゃあちょっと聞いておきます、明日までに、ということで、申し訳ない。今日はちょっと喉が、声が出ません。潰れてきちゃいましたということで、申し訳ない。今日はここら辺で配信を終わらせたいと思います。すいません。ありがとうございます。サイパンコさん、サイパンコさん、なるさん、ナバルさん、ありがとうございました。皆さんもね、ありがとうございました。もしよかったらいいねボタンと、よくだねよねこれね、喉ガラガラでよかったらイソジンして、イソジンとかの感じじゃないんだよな。なんか飴とか水分補給ありがとうございます。ということで、明日ちゃんとね、喉を治してもう一度配信したいと思います。もう一度じゃない、普通に配信したいと思います。今日はありがとうございました。で、皆さんよろしくお願いします。なんだっけ、チャンネル登録よかったらしてください。それでは、失礼いたします。すいません、ろくな話できなくて失礼します。おやすみなさい。